では先ほどカルビン・ベンソン回路の反応を進ませるのに使った NADPH や ATP はどのようにして生まれるのか、ね、それはね、この葉緑体に光が当たってチラコイドっていうね、葉緑体にいっぱいある座布団みたいなものね、座布団みたいなもの、このチラコイドの膜、その膜に光が当たる、ね、そこからね話がスタートしていきます。これチラコイド膜ね、これチラコイド、葉緑体に入ってる座布団の上の表面ね、チラコイドの上の表面、そこに2人の登場人物がいて、どっちも光を受けて何やら反応する物質、ね、人間はそんなような物質のことを色素って呼んでるけど、どっちも色素、どっちもクロロフィル A っていう色素、こっちも同じ。これが2人の主な、登場人物です。この人たち光を受けると、ね、一つ、ね、この光合成のキーワード、電子、2人とも光を受けると電子をピョーンってどっかに投げるような体の仕組みをしています。この人は電子をピョーンって光を受けたら投げて、その電子はねすごくエネルギーを秘めてるんね。だってものすごいピッチャーがね、ものすごい速さでボールを投げたら、そのボールものすごい運動エネルギーを持つよね。と同じように、この人がね、光エネルギーを受けて投げた、光エネルギーを利用して投げたこの電子はものすごいエネルギーを持っているの。それをフラフラしてる H プラスと NADP プラス、これが受け取ってものすごいエネルギーを持った NADPH が作られます。だから NADPH ってね、すごいエネルギーを持ってて、どんなエネルギーかっていうと、そのエネルギー、運動エネルギーではなくて、僕ら還元力って呼んでて、誰かに H をグイッと押し付ける、誰かに H をグイッと押し付ける、ね、H を押し付ける、そんな働きを持ってます。誰に押し付けるかっていうと、もともと CO2 だったものだよね。それに H を押し付けて、ゆくゆくは炭水化物にしていくんですね。ここに我々の欲しかった誰かに H を届けてくれる、ね、CO2 の元へ H を届けてくれる NADPH がここに完成しました。さらにこの人 H ね、投げっぱなしだけど、それ誰かからまたボールもらわないといけないね。こっちのクロロフィル A さんが、はい、これ僕のボール使ってってまたこの人にあげます、ボールを。でクロロフィル A さんはどこから電子をもらうかっていうと、3人目はいなくて H2O っていうプレゼントボックスから電子をもらいます。これ電子の流れね、電子の流れ。彼らがボール遊びしてるのは全部電子だよ、電子で。電子を取られた H2O はバラバラになってしまって、ね、H と酸素がそこから出ます。係数を合わせるか、ね、そう、水っていうプレゼントボックスはバラバラに引き裂かれてしまって、電子だけだからね、クロロフィル A が欲しいのは電子だけなんですよ、ね、いらない H プラスとか O2 なんていうのはポイポイって捨てちゃうんですね。植物はいらない酸素を捨てているんですよ、光合成で植物から酸素が発生するというのは多くの方がご存知だろうと思います、ね、こういう仕組みで NADPH が完成しました。もう一つこのね一連の反応は、2つの大事なことがあって、
光合成の動画1でも確認したけど、一つは NADPH の生成、もう一個はね ATP の生成なんです。 ATP はどう作られてるかっていうと、今これ座布団だって言ったよね。座布団ね、こんなふうなね、こんなふうな座布団、これ座布団に2人ぽっちじゃなくてもっといっぱいペアがいるんだよ。いっぱいペアがいるんだよ、ね、今2人しか書いてないけどね、カップル1組しか書いてないけど、ね、カップル何組もいるんだよ。こっちにもいるんだよ、ね、これが座布団ね、チラコイドという座布団。この電子がフラフラーっとこの左のクロロフィル A から右のクロロフィル A にフラフラーっと渡り鳥のように移動する間に H プラスがこの座布団の中に吸い込まれていくんですよ。でそうするとさ、どう思う、ね、みんなも座布団の中に入ったらどう思う？座布団の中に入るんだよ、ね、座布団の中に入ったら、狭いよ、ね、出たいよってもね、こいつらも多分思うよ。狭いよってね、みんな絶対座布団の中に入っちゃうんだよ、ね、狭いよ、出たいよって思うよ、ね、そしたらね、出口が用意してあるんですよ。出口がここに用意してあって、ここから出れますよって、どこでもドアみたいに出口が用意してあって、この出口はごめんね、ちょっと待ってね。この出口はATP 合成酵素って呼ばれる出口です。この出口から H プラスたちは外へ出ていきます。その時にまるでタービンが回るように ATP が作られます。ミトコンドリア、後期呼吸で見たミトコンドリアの仕組みとすごく似ているところがあります。これはとても興味深いことです。興味がある人は大学で学ぶことができますよ。こんなふうに ATP と NADP を得ることができました。とこっちのね、左にいるクロロフィル A が A も活躍したし、右にいるクロロフィル A も活躍しました。この左にいるクロロフィル A が、ね、活躍するような反応を光化学系2って言います。こっちの右にいるクロロフィル A が活躍する、ね、特に直で NADPH を作ったのはこっちの反応だからね、この活躍した反応を光化学系1って言います。こっちから先に解明されたから、1っていう、ね、番号が振られて、ね、後から解明された反応を2としています。でこの間、ね、電子がフラフラーっと膜を移動する反応、これも大切だよね。だってこのフラフラーっと電子がチラコイドの膜上を移動するこの反応のおかげで ATP が作られるんだからね。この電子がフラフラーっと移動する反応を電子伝達系って言います。どれも物質の名前じゃなくて光化学系2っていう一連の反応の名前、電子伝達系っていう反応の名前、光化学系1っていう反応の名前です。主役はクロロフィル A ですよ。主役はクロロフィル A。これね、後期呼吸に負けないくらいすごいストーリーです。特にですよ、特にこの O2 を出す、植物が光合成でどうして O2 を出すのかが解明されたこの一連の仕組みです。ここね、すごく感動するポイントで、みんなもね、しっかり、生物の勉強っていうのは絶対感動した方が効率的ですよ。ね、この複雑だけど、美しい仕組みに感動しながらね、しっかり、ね、光合成マスターしましょう。